はい、皆さんこんにちは。小トラボリョウさんです。世界で一番難しい言語って何でしょう？学校で英語を学んだ人は多いんじゃないかと思いますが、これが結構難しい。一方で我々が話す日本語も海外の人からするとかなり難しいと言われることが多いです。客観的に見た時に日本語と英語どちらが難しいんでしょう？そもそも世界で一番難しい言語というのは決めることができるのでしょうか？今日はそんな言語の難しさについて考えていきたいと思います。新しく言語を学ぶ時って覚えなくちゃいけないことが多くて大変ですよね。覚えることが多い言語が難しいと考えてみたらどうでしょうか？学び始めにまず覚えるのは文字とかですかね。英語はアルファベットの27文字、さらにその大文字小文字、合計54種類の文字を覚えなくてはいけません。日本語はというと、あいうえおの50音、ひらがな、カタカナと、あとたくさんの漢字がありますね。常用漢字で定められているものでも2136文字、大漢和辞典には約5万字が収録されています。全部覚えるとは言いませんが、これを使いこなすのは死ぬほど大変ですよね。でも言語の難しさって文字だけじゃないですよね。文字は読み書きに使うもので後から発明されたもの。言葉は喋る方が先にあって、それが本質だとする考え方もあります。喋る難しさを比べるとなると、発音の数でしょうか。日本語は5つの母音、16個の子音、それと3つの特殊音素、数え方にもよりますが24音素あります。この特殊音素はそれぞれん、小さいつ、伸ばす時の音のことですね。一方で英語は母音が20個、子音が24個なので44音素。日本語にない音がたくさんあるので、我々は英語に苦労するわけです。世界で一番発音の種類が多い言語は何でしょう？その答えはアフリカのボツワナやナミビアで一部の人に話されているコンゴです。ギネスに登録されているデータによると、その音の数は161。日本語の24、英語の44に比べてもかなり多いですね。この言語が持つ珍しい音として吸着音という発音があります。クリック音とも呼ばれますね。例えば舌打ちのようなといった音のことです。実際にこの今後で物語を語っているところを聞いてみましょう。Cả cả cái ăn bor thảo ăn usa cái ăn isa cái của cả lúc thế tu ngang mà thế cái đau chơi của u cái ngang cả bạn thế con con mà in ngày cả sa cái cô về cũng ngang cái cô pa thế cái ngầu chơi bình ngầu à chị cái pha vào cho mà ngầu thế u cái gun sa cái thế bu cái vật anh sẽ cả cái sa ít gọn cái tận các thủ cái bên cái này chỉ cái ngang cái とりあえずここまで。珍しい音がたくさん聞けてなんだか楽しいですね。じゃあ喋るのが一番難しいのは今後ということでいいのでしょうか？いや、ちょっと待ってください。言語は音だけじゃなくて文法もマスターしないといけませんよね。日本語の敬語の文法はネイティブが覚えるのも一苦労です。和とがの使い分けなんかも非ネイティブには難しいですよね。例えば動詞の活用を見ると、英語の B 動詞にはこれだけのパターンがあるのに対してラテン語はこんなに多かったりします。文法って難しいポイントが言語ごとで違うので、比べることは難しそうですね。そもそも言語っていうのが文字、発音、文法、いろんな要素から成り立っているので、一元的に比べてどの言語が難しいかっていうのはちょっとできなさそうですね。ただ絶対的な難しさではなくて相対的な難しさだったらどうでしょうか。言語を習得する時の難しさの大半は学ぶ人の第一言語、母語によって決まります。英語を話す人であればスペイン語やフランス語を習得するのは中国語を習得するより簡単そうですよね。
逆に日本人からしたら中国語の方がスペイン語やフランス語より簡単かもしれません。こんな感じで同じ意味の文を比べてみると明らかに見た目が似てる単語とかありますよね。第一言語に近い言語は簡単で遠い言語は難しいということができそうです。ではこの近い遠いという言語の距離を客観的に定義することはできるのでしょうか。そんな時役に立つのが世界中の言語の特徴を集めたデータベースです。ワルスデータベースは世界中の言語の発音、文法、語彙の特徴をまとめています。日本語のところを見ると語順が SOV、主語、目的語、動詞の順番を取ることが多いとか、形容詞の後に名詞が来る語順であるみたいなデータがまとめられています。こうしたデータベースをもとに文法的特徴が似ている言語と似ていない言語というのが計算できます。その結果を見てみましょう。日本語に一番近い言語はモンゴル語、朝鮮語、カンナダ語、マニプリ語、レズギ語。聞き慣れない言語がありますが、モンゴル語、朝鮮語は地理的にも近いのでなんとなくそうかもって感じがしますね。とはいえ文法的に似ているとはいえ日本語との系統関係は明らかになっていません。英語は日本語とどれぐらい似ているのでしょうか。そのランクは5781位。8070言語中の話ですがかなり遠いですね。日本人にとって英語は難しい部類であることがわかります。ちなみに最も遠いのはアフリカチャド共和国のグライロ語という言語でした。英語に近い言語はスペイン語、ドイツ語、スウェーデン語、ハウサ語、フランス語。英語と同じインドヨーロッパ語族の言語が多くて分かりやすいですね。まとめると言語の絶対的な難しさは定義できず、第一言語から見た相対的な難しさだったらわかるかもということでした。まあただ実際言語を習得する難しさは辞書とか文法書が存在するかとか教材が豊富かどうかなどいろいろなファクターがあります。それに何より学ぶ人に情熱があるかどうかでしょう。言語の簡単さや難しさに惑わされず語学を楽しんでいきたいものですね。それではまたいつか。